閉じ込められました。出れない。夏目さんちは今日で終わりです。今までありがとう。はい、ということでなんと今日は画材屋さんに閉じ込められております、もういいんだよ現実なんて。でも閉じ込められるんだったら一番いい場所だよね、ここね。画材と一緒に暮らすんだ。もう出ていっちゃったどっかに。ということでじゃあね、今日はこちらトゥールズお茶の水店さんに閉じ込められております。はい。もうこれね、以前の動画で夏目さん家の目隠しで画材を買う企画の時に閉じ込められた場所ですね、ここね。じゃあちょっとね、カメラも中に入ってもらって、このままだとなんかあまりにもシュールな映像というか、カメラマンの今日の石良君ももう閉じ込められるという。一緒になるか、画材の妖精さんに。じゃあ行きましょう。人間やめるか。中になんと本当に閉店後なんですよ。3年前ぐらいかな、あれが。あの時は目隠しでしか物を買えなかったのに、今回今日はもうは何でも誰もいないんだよ。夢じゃないこんな、ね、やばいよ。これまだ1回だけでちょっとこっち来た方がいいんじゃないですか、1回。今これ画材の空気をここ今巻き起こしてるあ、そうなの。扇風をを起こしてるところ。画材扇風を巻き落としてるところなんだ。で前回多分ね、そんなにちゃんと映してなかったんだよね。本とかが置いてありつつ、こっちは原稿用紙とかあって、でこっちはもうみんな大好きコピックコーナーね、みんながもう垂涎の、ここが一番やっぱりさ、ワクワクしちゃうよね、こういうのがね。いや、こうずらっと並んでるの見るとさ、すごいよなこれ。今回でも、本当に使い放題なんだけど、一応時間が決まってまして、カメラ下手くそかも。かぶらないでくださいますか。今日ね、時間があって、今もう閉店後すぐの7時過ぎぐらいなんですけど、この後なんと0時頃まで花火が上がります。上がんないよ。話が全然進まない。なんでそんなボケなきゃ今日進めないの。嬉しくて、ここに来たことが嬉しくて、一晩中、まあ朝まで入れたら本当はね、済んじゃう感じになるんだけど、私に済んじゃう感じ。ギリギリ今回日付が変わる前に帰れるから、ギリ済まないで済むから。すごい、危ない危ないとこだった。そう、危なかった。ここであれでしょ、12時になる前にさ、いけない魔法が解けちゃうっつってさ、コロってコピックのさ蓋だけコロって置いてて、あ、R20 番落としたかなっつって王子様が追っかけてきてくれる。でも R20 番はね、誰でも使う。素晴らしすぎるから。私です。いや、私も僕もです。私ですって言って世界中からR20 コピックしてるのは無理ですね。みんなに愛されすぎてね。じゃあ2回もちょっと見ていきますか。いや、ちょっと今日少し早めに着いちゃって、1回はねじっくりちょっと見ちゃったんだけど、2回はねちょっと我慢してたの私。何ここもう楽しい。待って、楽しい。何これ、蛍光アトリエ。何これ、超楽しいじゃない。なんでめっちゃ好きじゃんこれ。すごい。こんなのなかった前回ね。これめっちゃ美味しかったやつ。見てこれ、蛍光色。そう、蛍光色。この後たくさんここを使って買い物をしていくので、その時見ればいいかなと思うので、じゃあそろそろ下戻りますか。あれ、ゲンさんゲンさん、そんな迷わないでよ。もうすぐ迷子になるんだから。ワンコーナーで迷うね。今回ここからもうたっぷり一晩お絵描きとか買い物とかを楽しむんですけど、なんとですね、ここでお知らせがございます。夏目さんち、なんとコピックコラボセット発売されます。しかもオリジナルコピックですよ。夏目さんちが選んだねコピックチャオセットが発売されます。夏目さんちと一緒にお絵描きチャレンジという。すごい嬉しいね。すごい、そんなことあるって感じのさ、出来事だよこれは。もう本当にそんなことも記念してね、今日はそのコピックコラボで夏目さんちがね描かせていただいたイラストも最後にタイムラプスで見せつつ、最後にそれをあるんだけども、最近の夏目さんち二毛作気味で、そうね、せっかく作った線が使いたいじゃないっていう、いっぱいみんなに見てもらいたいじゃないっていうね、そういうことなんですよ。まずやっていくこの原点回帰というか、昔の夏目さんちといえばよ、何にするにしてもゲームやるにしても目隠しをしていました。うわということで絶対使ってやるからね。絶対使った方がいい。今くしゃみ入っちゃった。すごい、企画タイトルコールまでベベのくしゃみが入ってということで、まずやっていく企画はこちら、目隠しして10本を選んで今回のキービジュアル塗っていきたいと思います。じゃあ新しいメガネが関係なくなっちゃったな。もともと関係ないのよ別に。メガネ屋とのコラボとかじゃないでしょ。はい、やっていこうと思います。さあ、では1階のみんなワクワクコピックコーナーにいるんですけど、もうこんなずらーってなってるの、もう嬉しくなっちゃうよね。けど
目をまあ、隠さ目をつなければぶって色を選ば目隠しでなければ。 10色選んでください。まともにコピックを使うタイミングがあまりにも少ないの、うんこんなにねたくさんコピックさんといろいろやらせていただいてるんで、いや本当よね。でも、はいなんと今回ですね夏目さんちセットも10色なんですよ、いやそうなんそうだから10色にしようっていうことでそうなんすだから夏目さんちセットはある程度使いやすい10色選んでますよ、はいまんべんなく使いやすい色をチョイス綺麗したつなねもりです。可愛い色をチョイスしたつもりのセットなんですけど、はい今回我々は目隠しで10色選んでいくというわけです。じゃあじゃんけんぽんでもするか。はい、いいですね、じゃあじゃんけんで勝った方からですね。勝った方からにしじゃあよう。勝った方から選びましょう、じゃあいきます。最初はグーじゃんけんぽい勝った。はい、ここがだいたいスケッチとチャオの隙間。怖いね。じゃあ、はいじゃあ選んでく10ださい。本ね、うんなんでサヤの手がここにあるんでどうなってんの？サヤの手がずっと追いかけてる怖い追尾してくる。じゃあ1本目これいきます。これそれそれちょっと取ってあげるねなかなか取れない。じゃあこれですね。はいわなかなかいい色を取りましたね。おーお目が高いですよ。じゃあ次行きましょう。これそれでいいの？本当に？本当に、これいい色にですね。お目が高いですね。全部おめたけじゃんよしそれねコ何これピックチャオって書いてあるね商品紹介の板。先に言ってよだからそういうの止めるのがお前の役目だろあそうなんだ。じゃあ次はこの辺行ってみよう。これちょっとそれはなんか取れちゃった。これですね。はこれうわさやが大好きな色だ。おいいじゃん。じゃあ本当に狂いそう。いい色。これそれはいはい。今ゲイさん選んでいる色はこんな感じです。あ今何色選んだっけ？ 4色です。あすごい全然ペース上げないとじゃん。これだ。これいく。それ？はいこれいいですね。すごいなんかバランス良くマジ？ないか？これがいい。あじゃあこれあはい、はいおめでとう。これこがれですね何本目？これが9本目。あとラスト。あと1個。あと1個はなんか頑張れ攻めてここの辺。それコピックチャオのイラストお知らせの板。なんでそんなにある？これここ。ははいこれです。決まりました。これ一回じゃあ僕見ないようにそうだねさやが選び終わるまでちょっとうん見ないようにしましょう。ゲイさんが選んだのはこんな感じ。というわけでゲイさんから隠します。はーい。じゃあちょっとさやも目つぶっていただいて。オッケーはい目じゃあ次つぶりましたさやのターンいきます。うんじゃあちょっとさやを動かすか。よし OK です。じゃあさやさん1本目。はい。そっちはねまあそっちでもいいけど口うるさいわね。アドバイスしてるんでしょ。これにする。お来た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 。いい色。僕がめちゃめちゃ使う色。本当？やった、はいゲンさんにこちらです自慢しながらやろう。次これ。早い早いペースが。すごいね。私は悩まないめっちゃいい色だね。これだわ。待って見てるわこいつ多分。じゃあコピックの紙次は。これにしとけばってこれにしとけばって言ってる。これにする。次これにする。待って早い早い早い。これそれね。これね。はい。次。はい楽しいね。これめっちゃ楽しいこの企画。じゃあさやの9本目これ。さあ最後の1本だよこれ。これ。おチャオのこれ。最後こちらです。ではじゃあさやさんの選んだセットはちょっと面白いことになりましたね。嘘。面白い？こんな感じになってま嘘。す。面白いの？どういう意味面白いって不安になってきた。面白いですよ。どういうことどういうこと？じゃあこれをもう預けてこちらご購入でお願いします。さあということで画材屋さんの中でセットをさせていただくという貴重な体験。いや本当、はい画材屋さんの中で絵を描く道具を買う場所ではあるけど描くことはあまりないから、あまりないよね。そう絵を描くことはないここで目隠しで買ったやつこれ一体どんな色になってるのかちょっと早速ね見ていきますか。じゃあ開封。じゃあ同時にいきますか。はい。じゃあせーのえい。全うんいい色。待って良すぎ。使いにくくない？いやそうなんかね全部ねなんかギャンに寄ってるんだよな。これやばいかもしれない。僕は赤、僕は青みたいなさ、全員が個性派。元気いっぱいの人たちが。マジ YouTuber グループの面からみたいになってる今。いや本当に。待ってやばいこれどうしよう。これシャイさん見てこの辺ほらそうなのちょっといい感じなんか。さやマジでこれさ紫ですみたいなさ。これよ。ただねさやさんすごい失態を1個犯してるんだけど。何気づいてない？何赤が2色。待って赤が2色どころじゃないわ。RV29 2個ある。こんなに358色中かぶる。ことあ完全にる。同じやつ選んでて。だからさやは10色中9色しか選んでない。その代わり僕は全部選び切ったけど、おぎゃん。じゃあ今回はこの同じランダム10いや色、9色まあランダム10色となぜか9色なぜかで10色制限時間30分で塗っていきたいと思います。塗りましょう。そして塗っていく線画がはいこちらになります。でーでーでーこちらです。はい。
これが今回コピックコラボでね描かせていただいたイラストの線画です。線画です。はい、しっかりねこの意図して塗られてる方がこのこの動画の最後にタイムラプスで出てくるんが、そうですね。今はしっちゃかめっちゃかに塗っていきます。これいつも後出しなの。いつもそうなってる。なんで皆さんね最後までお付き合いください。はい、どうぞよろしくお願いします。でちゃんとそのセットもすべての色使って、セット以外の色も使ったりしてるんだけど、そのセットもすべて使って塗ってるので、はい。なんだけど今は全然関係ない色で塗ります。はい、目隠しで選んだ色を使って制限時間30分でやっていきたいと思います。いきます。よーいスタート。待って、もうこれ以外の選択肢がないんだけど。やば、待って、R000 番引いてんの私。マジでさ、これ見てますよこれ。今年の運全部使った感じあるんだけど。見ちゃってるのと同義だよそれ。これもう馴染ませることもできないんだよ。だって、ね、一番薄いのが RV11 だから今これ。すごい R000。なんでそんな余裕ぶっこいてるの。感動だな。こうやって生まれたばっかりの赤ちゃんの頃、お母さんの小指掴んだと思ったら R000 番だったみたいなこともあるぐらいですからね。ないよそんなこと。いやあるかもしれない。あるかもしれない。うちだったらあるかもしれない。行こう。ちなみに全色使ってくださいね。今回引いた色は絶対使ってください。嘘。RV29 も絶対使ってください。RV29 も2回使えというのか。2回使うでしょそりゃ。待っていいかも。楽しいな。なんかさ家以外絵描くの楽しいな。それ癖になりそうだねこれ。癖になっちゃうなこれ。癖になっても別にできないんだけどね。まあね。そうこんな状況はないからなかなか。元のイラストの色を考えちゃうとできなくなるから、あんまり考えないようにした方がいい。忘れた方が一回。自分が塗った時のことを。でもね実はねこれも例によってね。いや大丈夫です。いや大丈夫です。急に日本語母国語じゃなかったもんね。大丈夫です。意外と待ってどうしよう。今回このさ色数制限して塗った時の方がいい風に塗れちゃったらどうしようっていうのが恐怖があるよ。アナログお絵描きってでもさ、そういうの発生するよね。たまにあるよね。そうそう、なんか自分の狙ってない時のがね。そう奇跡起きることあるよね。これだからお絵描きってやつはやめられねえ。お絵描きジャンキー。怖いわ。アナログジャンキー。でアナログジャンキー。待って可愛い。やばい。これめっちゃ可愛い。やば、待って私引き良くない？さらに引き良すぎて別に何も縛ってない感じ。ね BG。何そのなんか最初からその色で塗ってますみたいな色。いやそうこの BG。なじませ係がいるもんね。05がいるのやばば。一人派遣してくれよ。現場のバランスどうなってんだよ。しょうがないよ。だって上の人はやっぱりさ、現場見ないで指示出しちゃうもんだからさ。結構いろんなところに刺さる言葉言うのやめて。なんか全方位で攻撃するのやめてマジで。わかんない。全業界に攻撃してるよ。確かにね危ない危ない。この動画のタイトル多分さ画材屋さんに閉じ込められましたみたいな大行なタイトルが多分ついてるんですけど、マジで楽しいね。なんかよかった閉じ込められて、このまま閉じ込め続けてほしいもんね。したらもうさ仕事しないでここでずっと絵描いてだけでいいんだよ。いいんだよずっとここで絵描いてればいいんだよって。それ多分良くない人が閉じ込めてるわ。お絵描き界の竜宮城。我々がダメだよやっぱ現実に戻らなきゃ帰らなきゃって言った頃にはもうパラちゃん20歳とかになって。怖い。怖い。普通にホラーじゃんもう。楽しいっていうかなんかさこの企画が楽しいというよりかは普通にコピックが楽しい。この空間も楽しい。いいことなんだ。いいことしかない。この企画が終わった時にパラちゃんが20歳を超えてなければもっと楽しい。なんでそれが視野に入ってんの。怖すぎる。やばいこんなこと言ってるとさトゥールズおやつの水店さんでさ、浦島体験ができてしまうっていう謎の都市伝説がもしかしたらさ広まっちゃうかもしれない。まずいってそれは。ピュアすぎるでしょ。楽しい。さやの手が早くてさ、嫉妬に狂うんだよ。俺すごい今じっくりなんかさ、どうしようってなってんの。弱いな人間よ。本当に弱いよ。なんだそのコピックマジみたいなやつ。待ってどうしたらいいのこれ。でもこれ多分元の色を覚えてるのもよくないんだろうな。そういうね、とらわれてるね、それはとても。でもここはやっぱねこのカラーは譲れないです。楽しまなくちゃ。人事だぜ。人事だよ。そう引かせてやりてえよ。蛍光色ばっか引いた時のさやの世界線を見てみてよ。外に賑やかなんだけど。楽しそう。大金か？金曜だ今日。今日花金じゃん。花金じゃん。アナキンスカイウォーカーみたいな言い方するじゃん。花金なんだ今日。花金飲みに行こうかじゃん。そういうこと。50歳。ギャグが。マジで50歳のおじさまと同じ感性で今。
ひどい。多分これねいるよ。これ使ってるスター・ウォーズファン絶対いる。4、50代の。いた。なんていうことでしょう。2、1、穏やか。穏やかな。はい。ちょっと終わりかけてますけどどうしますか。ちょっともう終わりってない分はやりますか。じゃあやるか。もうちょっとだけやろう。ちょっとすいません。じゃあ追加10分いきましょう。追加10分いきましょう。それでくれるんだ。優しい。ありがとう。まあ追加くれるんだけど、まあ40分ですからね。全然急に話3分の1も足しちゃうんだって感じだよね。夏目さん自分に甘いから。甘いからね。やっぱでも追いかけは楽しまなくちゃ。あと5分。なんかこの5分さっきのさ5分と全然心持ちが違う。ありがとうっていう気持ち。俺たちを生かしてくれてありがとう。本当にすごいよな。なんかたった10分違うだけでって変わるもんね。でもさ30分で塗らないよまず。急いで書くもんじゃないよ。でもじっくり自分がねこう満足いく言えるようにね書くものだよ。それはね。正論マスク言わなきゃよかったって今すごい思った。何正論マスクってちょっと待ってどういう意味。ねえどういうこと。最後ツイッター。イーロンマスクってこと。もういいよ拾うなよ。に聞き流せよ。拾うともうカットできないの。つぼなクソ。なんでさやさんってさあれだよね。本当に僕が言ったクソみたいなことに一番つぼるね。1ミリも面白くないところにつぼる。やっぱゲンさんって面白いな。本当に。今月で一番面白かったよ。そう俺その程度の人間なの。やば。正論マスクだって。みんな聞いた？正論マスクだって。もうやめろよ。てなわけで終わりました。はい、30分かと思いきや40分になった目隠しで選んだ10色チャレンジのイラストこちらです。せーのドン。はい。めっちゃかっこいい。おーすごいな。結構なんかすごい黄色頼りな絵になってしまったんですけど、いや楽しかったでも。いや楽しい。いやそうめっちゃ優秀すぎ。マジでそうこの子が結構いい仕事やっぱしちゃいましたね。BG10 と B の63と R の02か。いやこの4本がかなりいいねこれね。いやそう神様と契約したからさ。コピックの神か。やっぱ契約しとくべきか。そう今日だけ24時間の契約だけしといた今日だけそんなカーシェアみたいなことできるんだ。いやいい。さやの方めっちゃいい。ありがとうございます。かなり遜色ないというかこの後で出るやつと。はい。BG10 これのおかげでこの後ね見る本番とはちょっと違う色味が出せたかなっていう感じ。確かにちょっとこの空気感っていうかねちょっと透明感出たね。そう薄いの正義で薄いのなかったゲンさんもすごくいいですよ。めちゃめちゃかっこいいよ。なんかさちゃんとなんかこのチャレンジの意味が出てる気がする。でもねそれで言うとちょっとやっぱりうまくいききってない部分はあるんだけど今もともと描いてる絵の反転世界みたいな感じになってる。ちょっとそう元のねこうねのちょっとなんか鳥居のようななんか赤いゲートって変わってないのよ。ここをくぐった先みたいな感じになってる。ちょっと背中合わせてる。この後ね多分見る本ちゃんの絵はもっと爽やかなんだよね。そうだいぶねこう爽やかな場所にいる。でもちょっと爽やかだけどその爽やかさがちょっと何みたいな感じにしたい絵だったんですよ。ゾッとする感じの絵にしたいなと思ったんですけどこれもう完全になんか変なもう裏世界いっちゃってる。ねいやでもすごいいいと思う。この青いいね。これ何色？これがねめっちゃ良くて BG15 だったんですよこれ。BG15 もうちょっと水色系かなって思ってたんだけどこれがかなりいい仕事しました。コピックの BG はねやっぱいいですよね。 BG の欄はねとても好き。だからこのね R08 と BG15 でメインのこのドカンっていうこの怪しさのコンビができたんでこれが最高でしたね。いや楽しかった。よかった。引きが良かったんじゃない？お互い引きが良かったのめっちゃ。いやでも楽しかっためっちゃ。そうなんです。もうねこんなに楽しんだのにまだいていいんですってここに。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで今ねちょっとここしか見てないのに、いやプールズさんはこんなもんじゃないんですよ。店全体を今僕たちがうろついて騒ぎながらお買い物してもいいと言っていただいてるのでそれはもう買わない手はないわけですよ。だからこんなに書いたのにまだ終わりませんこの動画。いやもうちょっとさ、もっとお買い物したいよ。いやそうお買い物したい。だからいろんなもの見たいでしょ。だからこの後1分間で買ったものでお絵かきチャレンジ。話違くない？ 1分ですよ。おかしなことになってきたぞ。だから何でもあるじゃん。何でもある。何でもあるから、1分間何でも買っていいよ。
やっぱ人生ってうまくいかないもんだね。うまくいかなかなかねなかなかうまい話ってないないねはい、ということでこの後1分間で買ったものでちょっとお絵かきをしたりしなかったりという企画をやっていきたいので、まあ早速、じゃあ引き続き、はい、買っていきましょう。いきます。これのね今描いた正式なバージョンのイラストはこの動画の最後のタイムラプスでご覧ください。はい、じゃあ買い物行きますか。レッツショッピング。じゃあ1分間で、じゃあまずはさやからでいいですか？いいんですか？いけますか？はい、店内危ないのでいろいろ傷つけちゃったりすると危ないのでダッシュしないでください。かしこまりました。急ぎすぎないように。でも1分なんで、はい、ただちょっと1個ルールで、同じシリーズ、例えばこのコピック、じゃあここコピックだって言ってオラーって言ってさ変えるじゃん。そうするともうコピックで絵描けちゃうから、確かにそれはなしでお願いします。コピックだったら一色だけってことね。一色だけ、もうこの色だけ欲しいっていうので撮ってください。あとこういうセットもなしです。はい、セット買ったららしいです。もう終わりなんで、それで終わりらしいです。じゃあさやさんからはい、お願いします。あ、ちなみに紙も買ってきてください。はい今使っていいのは一応このシャーペンと消しゴムは自分たちのやつを、自前でね使っていいけど、それ以外は完全にここで購入したものだけなので、しっかり紙を買ってこないと手のひらに書いてもらうことになるので気をつけてください。そんなの見たいか。見たくないでしょ。だから気をつけてっていう話、はい、じゃあ僕はちょっと先観戦席の源さんでどうして1分なの買い物終了まで1分ということでいきましょう。それではさやの1分間買い物チャレンジいきます。よーいスタート。まずこっちです。さっきねもう予定を決めてたんですよ、私。あ、もう予定を決めてたさやさん。はい、もうこれまずそん紙、ないいの？カメラに向かってそんなことしてる場合なの？じゃじゃん。まず紙確保しました。余裕あるね。僕多分あんな余裕を持って喋んないと思うけどな。こうやってこっち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 。さっきね私もう予定つけてたから、ほら見て、このキラキラ金ペンを見つけました。このペースだと2回行けなくない？もう終わりよさや。やばい上行こう、もう上行こう。やばい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 。そうなると思ったぜ今。それでそうなると思いましたけどね。まず1分ってなさすぎる時間が。全然買えないぞこれ。やばいぞ。なんかカメラに向かってパフォーマンスする時間あったもんね。こちらですじゃん。15秒。待って、何が待って、筆買っとかないといけないんじゃない？ 8？ 待ってもう4だって。2、1。変えたのかこれさ。どうなんだ。吠えちゃった。全然ダメそうだったけどね。終わっちゃった。お帰りなさい。楽しかった？楽しかった。すごい楽しかったよ。なんか軽そうじゃない？なんか隅に寄ってる。そうでしょ。じゃあさやのまだ見てないんで。なんかでもすごい軽そうな感じがしましたけどね。なんだろうな、カゴより小さすぎて見えなかったね。ちょっと僕が1分間の買い物の仕方を何見せてくれって。見せてしまいます。強っ。じゃあ買い物ってやつを見せてくれよ。いやもう任せてください。僕もうここでこういう風に動いて、ここでグリッチを使って2階に飛ぶみたいな、そういうバグも駆使してここの壁に3歩進むと上にズンって急にバープするみたいな、そういうのも駆使していきたいです。はい。それでは3、2、1。じゃあもう早速もう迷ってないで、こういうところで1個買うんですよ。適当に1個買って、こういうところで1個買って、でこのままこれを気にせず2階に向かう。ここは気にせず2階に向かいましょう。ほらこういうことですよ、1分間のお買い物って。今何秒ですか？ほらまだ40秒も残ってる。こういうところで良さそうな色を1個ゲットしつつ、何にしよう何にしよう何にしよう、あこういうのが良くない、こういうのを取って1リ30秒、あこういうの取っちゃえばいいね。ほらでついでに各筆も1個もらっていきましょう。はい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 。20秒。あパステルとかもあったら可愛いんじゃない？パステルはい。なんか黒いの欲しいかも。黒欲しいかも。待って黒10秒待って。盛り上がってる。なんか筆欲しい。あ黒ホワイトしかない。ランプブラック危ねえ。あれ結構いけたかも。満足してる。なんでゲンさん笑顔で帰ってきたんだけど。いや笑顔なんだけど、難しいなって思ったのが、自分で設定したのに1画材のシリーズにつき1個っていうのがきつかった。そうこっちじゃなかったのにみたいな、取っちゃったみたいなパターンがあって、今自分でもなんかこれちゃんと書けるのが不安になってきた。とりあえず買ってきます。さあということで買ってきましたが、マジ大慌て。僕余裕ぶっこいって言ったけど、意外とテンパった。でも分かんない、購入点数どんぐらいだったんだろうね。ちょっとじゃあ今紹介していきますか。まずはい。なんか最近袋ちっちゃい。僕紙がね、もうどの紙っていうのちょっと見れなかったから、とにかく色紙って思ってバンって取ったのがこのサンフラワー映画色紙。はい。
はい、おお、先生も色紙買ったんだけどちっちゃい。あ、でもいいミニ色紙だ。あ、可愛いね。そう。そしてこのウォーターフォードっていうの、しかもちゃんと紙選んでる。そうすごいね。紙が好きなのでこれにしました。はい、じゃあ色紙ね。色紙をこれとりあえずじゃあ2人とも書くものははクリアと。ちょっと僕の方でじゃあ、まずすごい筆買った怖いことしてるんだけど、値段見ないで筆買った。私もね、あでも筆細さだけしか見てないんだけど。筆絶対値段見た方がねよかった。あ、でもいい筆そこそこいい買っちゃいましたね。値段ですね。ありがとうございます。はい、こちら筆はい、ゲット。筆を買いました。で次が、はい。で僕こんな感じです。はい。うわ、原産っぽいの買ってるのギャンギでャンピンク。とりあえず目についた蛍光カラーっていうのですごいね、蛍光特集みたいな生かしたコーナーがあったんで、そう、私もそこで最高のコーナーだったんで買いました。朝もそこで買った一個。いや、私はね、そこでこのホルベインのルミナスオレンジっていう蛍光オレンジを買いました。水彩の？そう。面白い。でそして僕はこのリキテックスのマーカースリムだって。そう、わかんないけどなんか多分アクリリックマーカー系なのではないかなっていうアクリルマーカー。であとこれウィンザーニュートンのこのね水彩マーカーですね。これマーカー水でぼかすと多分水彩っぽくなるマーカーですね。いいねいいね。これ全部？いやまだあります。じゃあさやの一これ私はねこれで全部になっちゃうんだけど、色鉛筆ファーバーカステルの色鉛筆のこの色。でもいいね。最後に慌てて取った色なんですけど。めっちゃいい色だ。そうこれとこれがなんだかちょっとよく分かってない。なんだか分かんないもん取っちゃってるもんね。でもこれ面白いね。ごめんなさい、これマッチブライトかな？ブライトカラーのコバルトブルーを。これなんだろう。なんだろう。水彩絵の具とかじゃない。水彩かなこれ。なんだろうね。そう。確かに書いてないね。ちょっと出してみないとわかんないかも。じゃあ書けということ。何かです。で、あとこれなんかちょっと可愛いさやさん大好きな立川のピュアメタリックゴールドですね。ピュアホワイトをいつも使ってるね。あ、そうそうそう、それのゴールドを買いました。ゴールドあるんだ。いや、そう。さやさんはちょっとこれで全部ですね。なるほど。じゃあ僕のがやっぱ多いかも。まだね結構ありまして。本当結構あるの。フット。もうでっか。アクリル絵の具の青をドーンと買いました。ブリリアントブルー。いや、いい色だわ。でそして絵の具たくさん蛍光グリーンも買ってきました。それも大好きな色のやつじゃん。でブラックが欲しいと思ってこのランプブラック。ターナーのね、こっちはリキテックスでこっちはターナー。そしてまだ2つあるんですよ。まだあるの？まだあるんですよ。嘘だ。こちらのそれ可愛い。何これねステッドラーのピグメントブラッシュペンって書いてある。そこにあるやつでしょ。ここにあるやつ。うわー、さやもねそれねお店来た時にちょっとねわ何これと思ってたのに、なんでさいざとなったら忘れちゃうんだろうね。なんでもある。100均に入ると記憶なくなるしさ、無印行くと記憶なくなるしさ。大体ねなくなる。画材屋行っても記憶なくなるからね。そう。よりどり緑だとなくなっちゃうね。であと最後になんとパステル。パステルまでゲットしてる。ちょっとさなんかねすごい淡い色のパステルゲットしちゃったからどう使おうかなって感じではある。それではこれを使って制限時間約30分で。こんなに画材あっていいんですか？悩んじゃいますよ。まあ本当にそうなんですけど、なんでその楽しそうなの。でちょっとこれあれなんですけど、そう。2人ともカモの中には入ってなかったんだけど、ちょっと2人とも水彩系を買ってしまって、そうだね。そういえばバケツ買ってないということで。これごめんなさいルール外なんですけど、ただ水がないとちょっとねかけないところがあるので、ちょっとこれだけごめんなさい1分以内に買ってないんですけど水彩バケツで許してください。では準備が整いましたんで、はい、じゃあ行きます。制限時間30分で1分で買った画材を使ってお絵描きチャレンジやっていきます。今押せないんだ。ああ押すんだ。始まりました。じゃあ行きましょう。まずここに下書きを描きます。あ、そこに描くんだ。なんかどういう絵にしようかなっていうのを確かにラフスケッチみたいな。ラフスケッチにします。こんなことしている時間なんかあるんですか、さやさん。いやでも思いっきり失敗するよりかはマシ。まあ確かに。1分間って残酷だわ。そうもうね。心の底からさ、小学生の時なんで15分しかないのに外に遊びに行けたんだろうって。いやあれすごいよね。何だったんだろうね。だってさ、要はもう今僕たちがこうやってやってるこの絵を描いてさヒーヒー言ってるこの30分っていう時間があったら俺たちは何でもできたわけじゃん本当は。いやそうだよ。どうしてこんな怯えるようになっちゃったんだろうね。高尾山登り切って降りてくれるぐらいの時間だったよ、昔だったらね。昔だったらね。結構マジでそんぐらい言ってたよね。って思うとさ、パラちゃんのさ一日ってめちゃめちゃ長いんだろうなって今思ってんだし。確かに。そうあ、でもいいかもこれ。ピンクで一回入れちゃうとなんか一回なんかペン入れをしてるんだ私はっていう安心感だけ得られる。いやそうその安心感でさ、笑顔が取り戻されるんだよ。そうよってこれ余裕。あ、なんでさ白買わないかね。白じゃん。買うべきは黒じゃなく。あなたもまたカルディに入ったら記憶がなくなる人のタイプの人で。そういうことよ。1分って言われた時になんかこの計画的に白を買ってこれないこの愚かしさだよね。そうどう考えたって使うのにね。直前まで私ね、修正系のやつを買おうかなと思ってたの。うわ、大人補足だね。
そういうことでホワイトも兼任しようかなとかって思ってたのに、このざまよ。なるほどね。30秒1回で使い切った。これ何？はあ、え？何2回目で同じ声出してめっちゃいいかもこれ。なんか何これ？ちゃんと新しい画材を探して。楽しいですこれ。全色買って帰りたいこれ。何これ？ステッドラーピグメントブラシペン初めて使った。やっぱりなんか相方の調子がいいとさ、足引っ掛けたくなるわけよ。本当に相方がそいつ。なんかさ、選んで買ったはいいもののさ、全然選んでなかったんだということに今気づいた。あんな余裕ぶっこいて出てったのに、なんかさや君は本当に愚かだねって、僕はこんなに余裕でこんなに買ってしまったよって言いながら帰ってきたのに帰ってきたのにね、なんか全然ダメかも。まあでもなんかさうまくいっちゃいそうなのちょっと腹立たしい。うまくいっちゃいそうなの。すごい今さ一個一個使っていてさ少しずつ絶望が迷う。思ったのとちょっと違う。思ったのとちょっとずつ全部違うみたいな。おもろすぎる。あでもいいパステル君は思った通りだ。素晴らしい。そうだパステルもうお前しかいない。うわ隣から絶望が聞こえてくる。怖い。パステルはこういうことができる。これ国産の水彩だってお伺いしたのでちょっと楽しみなんだよね。青いきます。いや待ってバカだな。なんで青から出したんだ。すごい色じゃん。楽しそう。ジェットコースターみたいな。ジェットコースタータイプのさやさん。ジェットコースタータイプのさやさんすぎる。あなんかさやがすごい予定調和の絵に行こうとしてる。やめろやめるんだ。やめろ。何予定調和ない。やめろマジで。いい感じになろうとするな。なんかめちゃめちゃ苦しんでんだぞ今。なんか思ったんと違うのが全部続きすぎて。なんか人生思うようにいかんすぎるんだよずっと今日このタイミング。面白すぎる。ゲンさんおもろいな今日。やばいこの回本当に苦しんでる。珍しく普段あまり苦しまない方なのにこういう企画。楽しい。ゲンさんが苦しんでるの見るの超楽しい。すごい色これ。すごい色です。ちょっと集中するから静かにして。そんなことあるんですね。本当に静かになるんですね。幻滅しました。苦しんでてもさ悲鳴上げたりリアクション取ってるのがさやさんだと思ってたんだけど違うんですね。静かにして。静かにします。嫌だな。うるさいなもう。何？筆の特性が完全にマッチしてない俺に。うわー綺麗なメロンソーダみたいになっちゃう。うわー困る。よし乗っ取ったぞ。これでさやに1ポイント邪魔。やばい。共用の水マジさ罠だね。ごめん本当に抹茶いいお茶。最悪やばい。いいお手前でって感じだけど結構なお手前で。本当にお手前すぎる。うわーめっちゃ綺麗な金。すごい綺麗な金。さやもしかしてさすごいうまくいってんじゃない？なんかあんまり聞きたくないんだけど。なんかさやの成功あんま聞きたくないんだけど。嫌な夫になってる。なんか妻の成功をちょっと素直に喜べないな今。そうなんだ。かいそうだね。でも妻は調子いいよ。でしょうね。声聞いてりゃわかるよ。見てこのいい色。ちょっとバカ。ゆらさんでよ。すごいもうこんなに切られることあるんだよ。一緒に YouTube やってきた仲なのに。マジで切れちゃう。マジで切られたわ。怖っ。怖っ。はいはいということで終わりました。今回は30分でした。さあ1分で買った画材30分間でどんな絵がなったのかせーのドン。おーえ30分？30分。すごっずるいやずるくない別に自分で選んでるからすごっいい感じでした。いやめっちゃいいやんさやね楽しかった。でもなんか予定通りって感じ。こうしようと思ってたんだけど、設計図は頭の中であって、そうこの線画をこの色鉛筆でやって、でベースをこれとこれでやって、
アクセントに金色を使おうっていう予定がマッチした。全部あったんだ。全部マッチして。全部思い通りにできたんだ。やりたいこと全部できた。やりたいこと全部できた。マジ達人やんさや。いやちょっとね結構ゲンさんとさ画材の差で焦ったけど、いやでも大丈夫だ、私はちゃんと計画通りにできているっていうすごいね。僕はさやの見て余裕ぶっこいてさ、数をたくさん買えばいいんですっていう脳みそになっちゃったの。選べばよ、選んでないの。だからなんかさ数をたくさん買ってきちゃったね。でもめっちゃ可愛い。なんかね、なんかいい感じじゃん。またこんな感じになってしまいましたね。やっぱこの蛍光をたくさん買ってきたから、なんかいい感じのその色味だけになれば。いやでも色の組み合わせさすがだねゲンさん。めっちゃ色可愛くない？この青とこのピンクと。これとピンクはめっちゃあった。あと唇が青なのめっちゃ可愛い。これ途中まで使うの忘れてたよ。びっくりしたけど、でもこれ使ったことによってちょっと好きな感じになった。けどあとね30分で描くにはちょっとでかかったわ。いやでもめっちゃ楽しい。そうかもしれない。やっぱこのさ蛍光グリーンが全てを助けてくれたね。ああいいね。めっちゃ可愛い。すごいね。ペン入れ用の画材を買ってくるべきでしたね。1分って焦ってなんかね計算通り買えないんだよ。なかなか。こんなにいっぱいあるのにどうして1分なのかな。はい、はい、ということで、今現在ね、こんなに楽しんだのにまだお時間まだ遊べているんですここで。すごい。ちょっとこの後まだまだいろいろ動画を撮ったりね、するんだけどお買い物をたくさんさせていただくんですけど、その動画はちょっとまた別の動画で上がります。別の動画で上がるんですが、もう今回ねこのご協力いただいたトゥールーズさんに今回の動画の中で描いたどれかのイラストを多分期間限定でもしかしたら置かせていただけるかもしれないということなので、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんねトゥールーズさんに来てこの絵を見て、なんか夏目さんちが苦しんだ痕跡があるみたいなそういうのを見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。ちょっとまだいつから展示してるかとかその辺はちょっとまだ、多分画面に出てると思うんですけど、この期間ぜひ行ってみてください。ぜひ。そしてこの後夏目さんち×コピックのコラボもあります。特大コラボだよ。こちらのコピックのイラスト、今さっき塗ったね2P カラーみたいなのが誕生してしまったんですけど、10色でランダムカラー10色で塗ったものではない皆さんの方のお手元に届く方のイラストがこの後タイムラプス入りますので、そちらもね。コピックセットの中にはさっき塗った線画が塗り絵で入ってるから、ぜひ皆さんも塗り絵にチャレンジしてみてください。販売開始時期とかはねまたこちらに載ってると思いますので、チェックしてみてください。それではタイムラプスご覧ください。いってらっしゃい。そうなんかそんな旅に出るみたいな感じでね。いってらっしゃい。さあということで、今回はちゃんと塗ってこうです。そうですね。ちゃんとキービジュアルの方です。お家にあるやつで色を選んで塗ってます。しっかり塗ってます。とはいえちょっと今回の夏目さんちコラボコピックセットをすべて使った上でプラスをしているという感じになります。そうだね。でどれぐらいの色プラスしてるかはちょっと概要欄に書いてありますのでぜひそちらも見ていただきたいです。最初ちょっとねこれね金髪風味に見えたんですが青をどんどん足していくことによって黒に寄っていくっていう面白いタイムラプスですね。いやね好きなんだよね、このコピックってやっぱさ濃い色は後から乗らないからさ、まあね、なんか雰囲気下に実はねぼんやりいてほしい色って最初に塗るじゃない。そうするとなんかタイムラプスだとさなんか最初と最後で全然印象違うのすごい好き。でちょっとやっぱりね端っことかに淡い色とかをのせたりしながらなんかいろんな色感をこういろんな色が入ってる感をちょっと出しながら塗っております。襟にもなんかね、黒だけじゃなくてピンクが入ってるからね。そう意外とねこういう風に入れたりすると可愛い発光の雰囲気出るのでおすすめです。今回はねテーマとしてはかなりもうミステリアスな女の子、先にちょっと反転世界版みたいなやつを見ちゃった後だと思うんですけどこっちが表の世界というか入り口に立っている子ということで、背中合わせな空気を感じていただければと思ってます。だってこちらをじっと見てる、すごい目が合うわ。でこっちのバージョンはね、こっちのバージョンというか正式バージョンは、不思議なこう真夏の思い出というか謎の空間を演出したいなと思って、この B05 番ですよ、この素敵な青をね真夏の色を後ろに塗って、でムラは色鉛筆で消して、で縁とかをとかハイライトだったりをもうコピックのアクレア使って入れてますね。アクレアめっちゃいいんですよ、相性が。お世話になっております。でそしてここにはもうみんな大好きというか俺が大好き R14 コピックインクでムラなく、こっちはねコピックインクでドバってやることでムラを消しながらやってます。で縁とかのハイライトをちょっと色鉛筆でニュアンス出したりしつつ、仕上げで影を濃くしたり、そして最後これもアクレアで垂れ下がるコードを書いて完成。そんなこんなで、そしてさやさんのターン。いやさやさんはもうザコピックな感じで言ってますね。いやね、私はなんかね
結構子供の時からさ、やっぱコピック使わせてもらってて、はい、でなんか中学生ぐらいの時にすごい憧れのコピック絵師さんがいらっしゃって、はいはいはい、その方リスペクトの塗り方が今も抜けてないんだよね実は。そうなんだ。そうでもね分かるなんていうか僕たちがまずコピックにハマった頃のコピックって感じ。そう塗り方をするよね。そうやね、いやそれすごいいい意味でね。そうなの。でもちょっとこの後ろにね最近っぽいこのそうちょっと、空気を、なんかちょっと遠さを感じる紫の感じとかね入れてみたりなど、これ後ろの方に紫色とか入れるとねちょっと遠近感出て可愛くていいですね。そうちょっと遠いところにあるもの感で、手前にあるものが映えるみたいなね塗り方なんですけど、そして手前になんかチューリップの花束の束部分をお水でまとめてるみたいな不思議な花束を持ってる子で、これ魔法使いだもん。さやがいつも描いてる魔法使いシリーズの魔法帽子かぶってない版だ。そう魔法帽子かぶってない版。魔法使いなんだこの子もやっぱり。でただなんか、この花束も結構可愛い感じかなと思ってたんだけど、なんかもうちょっとなんかふふっていう感じも足したいなということで、なんか鴨の橋を散りばめてみたんですけど、いかがですか？なんだろうなと思いながらねこれ見てたんですけど、鴨の橋なんですね。そうなんです。コピックセットの中に、我々が選んだコピックセットの中にちょっと濃いめの茶色があったので、ぜひねそんなさやさんの髪の毛とか塗ってもらいたいなという思いつつ、そうなんですね実は、自分の絵にしたら何がいいかな、鴨の橋だってなって、おかしいだろそう実はね今回の選んでるコピックセットは、夏目さんち周りの夏目さんちだったり、ナピメだったり弱気だったりが塗れるセットにもなってるっていう裏テーマがあって、なのでそこもクリアしつつ、このイラストをクリアするために派遣されたのが鴨の橋だったと。さあそして、改めて完成品はこちらです。でねー、いやめっちゃかっこいい。なんかね、不思議な感じになりましたね。なんか、小説とかのジャケットっぽい。そうなんかね今回よくわかんないけど、何がしかの表紙の気持ちで書いちゃったの。そしてさやさんはこんな感じで、さやさんもねアクレアのホワイトを使ってね、結構こう光を足してるんですけど、キラキラめっちゃ足した。めちゃめちゃいい。さあということで、また対照的な1枚が生まれましたが、こちらですね、夏目さんちコラボコピックセット、こちらでまた発売日だったりの詳細は後日お知らせさせていただきますので、楽しみにお待ちください。ぜひこれ塗り絵ね、ついてくるので、そうなんですよ、挑戦してみてほしいです。一応ねこのコラボコピックセットでもある程度塗れるようになってますので、ぜひチャレンジしてみてほしいです。みんなも鴨の橋ゴリゴリ塗ってみてね。一番難しいと思う、多分鴨の橋が押すとこそこなんだっていうね、自分でも思ったわ。いやでも改めてね、やっぱコピックさんとコラボするなんて人生夢にも思いませんでした。いや夢のようだよ。あとまだ画材屋さんから出れてないのも夢みたいだね。早く出ろよ。